どうもこんにちは、ギークンボックスの坂です。皆さん、ベースの音は値段で決まると思いますか？思いませんか？どうですかね？これ、値段で決まるよっていう人もいるし、値段じゃ決まんねえよっていう人もいると思うんですけれども、ここら辺、皆さん本当に違いがわかるのかというところで、今回は高いベースと中くらいのベースと安いベースを集めてきて、ブラインドテストしてみようかなというふうに思います。用意したのは、フェンダージャパンのジャズベース、フェンダー USA アメリカンヴィンテージのジャズベース、そして本物のヴィンテージ64年製のジャズベースですね。価格差約300万円あります、最大で。これらの音をブラインドテストして聞き分けられるかどうかで、ベースの音は値段で変わるのかどうかという論争に決着をつけようかなというふうに思っております。はい、一個一個ちょっとずつね説明していくので聞いてもらいたいんですけど、音だけ聞かせろという方はピピッとスキップしちゃってくださいなということで、本編ポイント。早速紹介していきたいんですけれども、一番安いベースとして今回用意したのがフェンダージャパンの JB-STD ですね。一番安いモデルです。これね、ただ最近値段上がっていて、中古で販売価格が77,000円となっております。2014年の製造ですね。ちなみにフェンダージャパンは2015年にブランド終了していて、その後はフェンダーの MIJ シリーズとして再開しているという歴史がございます。貴重じゃ貴重なフェンダージャパン製ということですね。決して悪いものではありません。はい、次続きましてフェンダー USA のアメリカンヴィンテージ62ジャズベース、人気のあるヴィンテージのレプリカモデルですね。さっきのが日本製だったのに対してこっちはアメリカ製となっております。アメリカンヴィンテージっていうシリーズ自体は現在は終了していて、アメリカンオリジナルという名前になっていますね。ここはほぼほぼ同じようなコンセプトかなというふうに思っております。2009年製のこちらのアメリカンヴィンテージ、価格は中古で26万4000円でございます。はい、さっきの7万7000円に比べると随分高いですね。はい、次続いて一番高いジャズベースとして紹介するのがこちらの1964年製フェンダージャズベースです。高いです。すごく高いです。価格が297万円ですね。さっきのねフェンダージャパンが7万7000円で、アメリカンヴィンテージが26万4000円、そしてこちらが297万円297万円って感じですけどね。7万7000円と比べたらもう大体300万円ぐらい違いますという感じなんですけれども、音の違いはどれぐらいあるんでしょうね。ちなみに1964年っていうのはまだ CBS に売却される前なんですよね。よくねプリ CBS とか言ったりするじゃないですか。いわゆるそれです。1965年にレオ・フェンダーさんはフェンダーっていう会社を CBS に売っちゃいます。CBS に売られてから品質が少し変わったなというところで、売られる前のプリ CBS フェンダーっていうのは結構高い値段がついたりしていますね。ちなみに CBS ってなんだか知ってます？皆さん。これね、さっき知ったんですけど、僕コロンビアブロードキャスティングシステムっていう会社らしいですよ。ということで3本のジャズベース紹介したんですけれども、そいつらの音を比較してみようと思います。もう一回紹介させてください。フェンダージャパンの JB-STD7万7000円、フェンダー USA のアメリカンヴィンテージジャズベース26万4000円、そして1964年製のフェンダージャズベース297万円。この3本音の違い出てなきゃおかしくねっては思いますよね。値段が全然違うから、そこら辺をブラインドテストで皆さんに当てていただこうかなというふうに思います。はい、皆さんには分からない状態で音だけ聞いてもらうので、それを聞いてぜひぜひコメントしてみてください。そして正解に関しては動画の一番最後のところにピッとつけておくので、コメントしてからねそちら見てみてください。これね意外と当たらないんですよ。僕が思うにですよ、いいベースって弾き手にはすごく伝わるんですけど、弾き手にはなかなか伝わりづらいんですよね。音だけ聞いても難しいなーって僕個人的には思うんですけど、皆さんは普段からねベースオタクとしていろんな活動をされてますから分かるんじゃないかなというふうに思います。早速チェックしてみてください。ドン。
はい、ということで聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。ちょっと僕聞いてみたんですけど、マジでむずいこれ。これね、難しいっすわ。これ正解したら大したもんですよ。はい。ということで皆さんぜひぜひコメントしてみてくださいな。僕ね、弾いた感じで言うと、やっぱヴィンテージが一番弾きやすかったです。てか、これすごい良い。すごく良いです。弾きやすいっすね。音の感じなのか、レスポンス感なのかわかんないですけど、すごくいいなと思いました。やっぱね、ヴィンテージ欲しがる人の気持ちはわかりますよね。はい、これ GIB 横浜にあるのでぜひぜひ弾いてみてください。ということで本編終わり。この間ファミさんに会ったんですよ。例の日本のベーシストで一番可愛くて賢いと言われているファミさんに。でね、「佐賀さんそろそろベーシストオフ会とかやんないんすか?」みたいな話してて、確かにね、昔よくやってたじゃないですか。ギーキンボックス主催でオフ会みたいなやつ。でもね、ちょっと疲れちゃってね、最近忙しいんですよ。なんか他の忘年会にお呼ばれするあれが多くてなんですけど、なんかせっかくねそういう話があるんだったらやってみてもいいですよね。オフ会やりますか？どうすか？興味ある人がいればいっぱいやろうかなと思うんですけどね、実際会ってみるとこれがおもろいもんで、酒飲みながらコンデンサーがどうのこうのとか言ってずっと飲んでるんですよ。僕前やった時途中で抜けたんですけど、始発までやってたって聞きました。始発までコンデンサーについて語り合えるんだって。机の上になんかいろんな出てくるんですよ。オタクだなと思って。普段さ、そのオタク魂を解放して喋れることってないじゃないですか。それが楽しいみたいで、ただね、ツイッターやってるだけより実際に会ってこう、いやなんか楽しいってね言うんですよね。けどね、普段ベースのね仕事ばっかり僕やってて、飲み会でもでねコンデンサの話なんかされたらたまったもんじゃないですよとか言ってね、でも結構楽しいもんなんですけど、もし興味がある人がいたらまたやってみようかななんていう風に思っております。ギキンボックス横浜の周りって結構飲み屋多くて楽しめるお店が多いので、ぜひぜひねそこら辺で一緒に酒でも飲めたら楽しいななんて思っております。はい、皆さんのコメント次第でやろうかななんて思うので、ぜひぜひねそこも合わせてコメントしてみてください。はい、あとはギークボックスなんですけれども、最近 GIB ソウルができましたね。はい、こちらもねぜひぜひ遊びに来てくださいって感じです。ソウルのチュームロっていう街ですねにあります。 GIB 横浜、 GIB 兵庫、 GIB ソウル、そしてねトニック横浜という系列でもありますので、ギタリストの方もベーシストの方も楽しめるようになっております。 Twitter、Instagram、Facebook、TikTok など各ソーシャルメディアやっておりますので、よろしければねチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。この次に正解の動画あるので、そこら辺もチェックしてみてください。やっぱりねこの雰囲気からも音って出るからね、真っ黒な画面で聞いた音とこれを見て聞いた音全然違うんじゃないかなというふうに思います。正解した方はおめでとうございます。 GIB 横浜で僕のことを見つけたらあれ全問正解しましたって言ってみてください。なんかあげます多分。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイ。
す。